これしか食べない。あ、うまかったです。はい、お願いします。おラーメンですね。唐揚げの片栗味噌ですね。で、こちら味噌ラーメンです。よいしょ。はいよー。そんなありますね。腹いっぱいになります。お待たせしました。お待たせに添ってます。どうぞ。大体60個ぐらい、今はまあ20個入ってるんで3回分けて、昼間の定食の分。
ちゃ大きいですね、1個目。そうね、もうそれが半分売りみたいになってるんで。これ焼き飯のブース、こうやって合わせといたら楽なんで。5分な。はい。
こ
靴濡れたんちゃおーいまたこれこれ持ち帰りです。よいしょご飯普通でいいですか？普通でいいよ。
前から手作りされてる。そう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 、餃子の方は。F で F で、はい。焼き飯に変更してくだ焼きさい。飯に変更で、はい。味噌ラーメンに味噌ラーメンで、は、はいいありがとうございます。はいよ。切り味噌で、はい、ありがとうございます。はい。こちら、こっちピリ味噌ですね。こっちピリ味噌。はい、よいしょ。ました。唐揚げの方ピリ味噌ですね。で、こちら味噌ラーメンです。これで全てのお料理を揃ってます。どうぞ。
チンで豚骨でお願いします。で、固めでお願いします。わかりました。担々麺ではい。唐揚げ豚骨麺固めでお願いします。いきます？はい。あ、はい。神鍋高原の鶴島市は今回から2つずつずっと苦しい1ヶ月間を観光させます。できてますよ。まだお弁当4つ。お弁当1つですね。ありがとうございます。一番固まってはいはい。昼定食 C の豚骨味かな。まあラーメンはちょろちょろ変えてるんですけど、そんなありますね。腹いっぱいになります。沸騰したお湯です。はい。
今唐揚げ2度揚げするのを1度揚げだけしといたりとか、白菜も湯がいてあったりとかして、もう早いこと出すような段取りだけはしてるんやけど、それでも間に合わへんけど、お腹空いてきてはるもんね。早出したら皆さんがっつり食べはりますね。そうやね、あそこ行ったらお腹いっぱいになると思ってみんな来てくれてはるから、やっぱりほとんど男の人やね。ラーメン様、はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいまおーい。これ最初。それをマーガリンとガーリックオイルで炒めたら、そこへケチャップ、お願いします。セント。はい、わかった。まずはお願いします。すいません、豚丼の方。はい。どうぞ。持ってきます。お待たせいたしました。ピリ味噌です。はい。どうぞ。すいません、焼き飯の方。はい。はい。何名様ですか。お二人様どうぞ。お願いします。はい、すいません、餃子の方。餃子は待ってください。すみません、焼き飯の方、塩ラーメン大です。はい。すいません、小指の方。すみません。どうぞ。豚の方。あとから揚げだけですね。お
はい5番餃子定食で塩ラーメンです。よし。はい、お願いします。まずお願いします。はいよ。1です。はいはい、すいません。F です。焼きラーメン少々お待ちください。はい、すいません、もう一つお願いします。すいません。あとラーメンの焼きラーメン待ってください。はい、すいません。焼きラーメンお2つですね。お願いします。これで全部揃ってます。ごゆっくりどうぞ。はい、ご飯セットです。
豚骨と塩、もし、一つ焼き飯で変更です。はい、すいません。焼き飯変更の方。はい。豚骨の方。はい。ライス大ですね。はい。塩ラーメンですね。Fですね。はい。はい、お願いします。塩ラーメン。払います。12番さんで。はい。同じく唐揚げ。はーい。久留米市毎日
っと待ってください。お待たせしました。全部揃ってます。おすすめのメニューとか唐揚げがめっちゃでかいんでこれ食べに来てます。結構大きいですよ。食べきれるんですか？いやもうカツカツぐらいでいつも食べてます。もうお腹いっぱい眠たいです。
よ証拠は見つかっていませんでした。現場近くに残されたタバコの吸い殻を認定してロボットの案内表示を活用しながら避難する900円です。2時間に聞かれる。中華歴で何年ぐらいになるんですか？そうはね、19の時からやってるんで、もう僕50、今年1なんで、30年ぐらい。さすがの鍋さばきだなと。いや、そんな大したもんじゃないですけど、値段も安くして、量も多くして、スピードも、もちろん美味しく作らなあかんやろうしね、昭和の町中華守っていかなあかんね。頑張ります。いらっしゃいませ。カレー食べるんやったらここでっていう感じ。辛いじゃなくてスパイスで味が好きっていう。前から失礼します。オーブカレー、東京のカレーもいろいろ食べましたけど、結構ここがもう一番ですかね。帰ってる間、時間が。で、そこまでやったら、
ブイヨンの方はもう水入れるから。よし。入りますね。
が2つでご来室で11時40分よろしいですか？はい、お願いします。はい、作っときます。ありがとうございます。コロナぐらいから、それまではもう土日日替わりで限定ばっかりやったんが、ロースカツカレーであったり厚切りであったりが結構まばらに出るような感じですか？まあ基本はでももう分かれ日によって常連さんとかね、結構やっぱ日替わりが多そうですね。常連さんになると限定か日替わりやね、あんまり長い間炊いたらいいと思うんじゃなくて、風味が飛ぶの、香りがどんどんスパイスが効いてるというよりもコクがポークカレーに必要ちゃうから、スパイスが入れよで、うちはもう茶包みを使わないんで、その時のフルーツの出来で味がよく変わっちゃう、フレッシュにこだわったから。入りますね。うまみがよいしょ。女王様という香りの女王様という意味合いがあって、
で王様とか女王様という言葉が好きで、これでいいやっていう。あと紅茶、シナモンティーじゃなくてカルダモンティーとかで飲むのも好きやったから、ちょうどいい。いや、これでええわ。なんか最後にドットがついてるのは、あれは占い師に見てもらったらドットつけないと自覚が悪い。へえ。そうで手に入れなさい。そう。カレーカレー、はい、ありがとうございます。ご飯と両方大丈夫。そう、日替わりのチーズケーキ。日替わりのチーズケーキ。2名で入れないんで、その後の1名案内します。カツです。書きましょう。のれん入ってもらって。厚切りカレーライスで。お待たせしました。ごめんなさい。牛肉厚切りライス代入してます。ライス半分で。はい、すいません。カツカレーの激辛のご飯半分です。お待たせしました。もうよくお店来られてるんですか？そうですね、家内といつもは来るんですけど、今日はちょっと一人で、スパイシーで、とっても辛いじゃなくて、スパイシーで、あと味もいいのです。一番お気に入りのメニューってあったりしますか？やっぱりカツカレーですね。はい。カツも結構サクッと。そうですね。はい。はい、とんかつカレーです。お待たせしました。
はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。はい、お待たせしました。お酒日替わりライスルー大にしています。はい、お待たせしました。日替わりのチーズパティです。あ、お電話いただいた。ちょっとだけ待ってくださいね。失礼します。お待たせしました。前から失礼します。が3です。はい、厚切りに、カツが4です。厚切りが2で、釣りが1入ってます。すいません、長いことお待たせしました。牛肉厚切り。はい、はい、ごめんなさい、お待たせしました。お店よく来られるんですか？いや、初めてです。商店街歩いてて、はいカレー食べたいなーってずっと歩いてきて、やっと見つけたんですか？やっと2回目もありそうですか？そう、隣の人が限定のやつとか、日替わりとか食べてたんで、まあそれも行きたいなと思いますけど。エビで。ご注文何されたんですか？期間限定のエビの3匹入ったやつ、なんか結構辛さとかどうでした？いや全然大丈夫でしたピリ辛ぐらい？ピリ辛ぐらいでしたね、それ結構食べやすい感じの。そうですね、カレー食べるんやったらここでっていうか美味しかったです。すいません、お待たせしました。ごめんなさい、牛肉厚切りカレーです。ライス大にしてます。お待たせしました。今日は牛肉厚切りカレーを。かなり柔らかそうそうですね、はい、めっちゃ柔らかくて食べやすかった。腹持ちもめちゃめちゃ食べやすかったです。厚切り肉すごい柔らかそうですね。柔らかい。柔らかい。どれぐらい炊くというか煮るんですか？うちはそんなには炊かない。2時間半ぐらい。でもあんなに柔らかく。そうそうそう。2時間半ぐらいで柔らかくなる厚みにして、さっと。よいしょ。
ありがとうございます。毎度こんなトロトロなるんですね。そうこれをやりすぎるとこのもうボロボロなんです。1100円です。こちらどうぞ。1万円いただきます。ありがとうございます。おおきに。お待たせしました。わさびカツライス代理してます。生卵ね、ちょっと。生卵一つ、はい。どうぞ。カレー2つにチーズとライス代で2500円です。はい、すみません、カレーとカツです。お待たせします。どうぞ。お荷物です。限定のズーです。ごめんなさいね。はい、お待たせしました。はい。限定のエビです。エビで。はい、ございます。これ聞いてません。2名様ですか？2名様。はいよ。下げときます。じゃあ両方で後ろ行かせて。この辺りで仕事をするときは結構来たりはします。じゃあもう結構もうお店の方はよくご存知で。あ、そうですね。はい。いつも結構並んでるじゃないですか。はいはいはい。結構じゃあいつも並ぶんですか。その3時前とかだったら空いてるかなと思って、そこを焦点絞って。なるほど。他のカレー屋さんとかとちょっと違うところとかってあったりしますか。こういうなんかちょっと欧風カレーみたいなカレー屋さんってあんまり行ったりはしないんで、ここぐらいかなと。結構揚げ物と合うような感じのカレーで、食べやすいと思います。欧風カレー他も食べたことあるんですけど、結構ここがもう一番ですかね。東京のカレーもいろいろ食べましたけど、
結構欧風のジャンルやったら、ここ結構好き。ストフルーツやけど後半スパイスが効いてて、なんかバランスの取れた、カツはどうですか？カツなんかね食べやすいんですよね。こう油が少ないというか、さっぱりしてあっさりして、カレーとめっちゃ合う。かなりもう一押しのお店なんですね。いやほんまほんまに今日本当お客さんにインタビューしてても、胃もたれとかしないってみんなおっしゃってましたけど、さっぱりで食べやすいっていう。カレーって胃もたれするから嫌やねんって年配の方が結構言ってはって、試作の時はもう全然油を取り除くからコクがなくて美味しくなかった。野菜のコクをアップにしてもたれんように入りますよ。で、混ぜられる。そのカレー屋さんで修行をされてて。いや、俺ずっとレストラン、パンとかケーキも一応ウェディングケーキとかやってフランス料理とかやってたけど、あんまりちょっとセンスがなかったので、カレーだけが先輩とかにも楽しそうに作ってくれたし、で気がつけば風邪ひいてしんどいけどカレー食べて、お腹減ってもカレーってるから、ほんならカレーやったら仕込みは大変やけど、あとはなんとか一人でできるから。はーい。あ、しました。日によってはちょっと3時の時とかもあったりするんですが。下で20分ほど揺れるって言うてはったんですけど、はい、ということは別にそんな麺自体も高水ではないってことですかね。高水ですね。あ、高水。高水です。まあ多分混合比加水率とかっていうのは秘密にされてはるかもしれないんですけど、高水の部類ですね。提供後も伸びにくいっていうのもあるんですよ。
らかけという作業が、1回とで2回に分けて、はい、やります。明太自体はだからバラかけの段階でまだ粗悪というか、粗いものになりますけども。バラかけっていうのはここを押す作業ですか？おっしゃる通りですね。バラかけ段階では滑らかさはないですね。聞いたかもしれないですけど、今日声明してもらってる高垣さんは実は卒業したバラックなんですけど撮影のために戻ってきてくれたんですよ。いや、映像に言うてくれてますけど、宣伝兼ねて。そう、今後開業予定なんで。どちらで？今ちょっと言うと和歌山の岩出というところがあるんですけども。チャーシューの塊肉に、スープかけられたじゃないですか、あれはどんな理由？あれは温めるのと、あとはスープ入れてちょっとだしを出すという感じです。なるほど。ちょっと食べたらある程度わかるから、ラーメンってこう基本的にスープで、材料以外に作り方で2種類あって、取り切りと言われる形とそれ以外かっていう。取り切りっていうのはもうスープ作って完成させるんですよ。完成させたやつをうどん屋さんの出汁とかも基本的にそうです。全部作ったやつを最後温めてお客さんに提供する、これ取り切りっていうんですけど、無鉄砲さんとかうちはこれリアルタイムで作っていってるわけですよね。この味ができてないのをこの場で調節してリアルタイムで味を調節しながら作って出すって方法なんで、これに関したらちょっと勘みたいなのがすごい重要になってくる。だから僕初めての人とかラーメン屋さんとかやり方聞かれて全部教えるんですよ。そういう人が全然いいんですよ。同じもの作れないんでみんな。赤色は何
ください。1名さんですか？何グラムにしましょう？はいやー、はい、次入るよ。はい、お待たせしました。どうぞ。もう OK ですかね。はい、じゃあ先頭の方どうぞ。ありがとうございます。お腹いっぱいになりました。いっぱいになりました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。せーの、ニンニク入れますか？入れまして。はいよーい。はーい。あ、こちらの席どうぞ。店長もすごくいい方なので入りやすいです。ラーメンもすごいやわ麺なんですけど、小麦のいい感じが出てる。ラーメンの具材の野菜が他の二郎系と違ってクタクタっとしてる。アルバイトじゃないですけどお手伝いをやらせていただいたことがあるんですけど、仕事の仕方がすごく丁寧なんですね。そこの裏を見たいなというところもあって、たまたま休みだったので誰か手伝ってくれませんかっていう、情報を SNS で見て、ぜひ行かせてくださいっていうことで、そこで奥さんやられてるところに今出してもらいましたけど、もうちょっとはい、もうね、ごめんなさい。どうぞ。できるって言ってください。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お待たせしました。看板がついてる間はお客さんが入ってもらえるって、ここ準備中でもいいっていうルールでパッてやるんですよ。はい、お待たせします。
排水垂れ流しなんで汚れないように気をつけて。大丈夫です。やっぱ遅くなってるよな、ちょっと。持ってきます。これも僕が早起きできないんで、明日の昼営業分まで切ってきます。ありがとう。ごきげんよう。ありがとうございます。まあ、二郎系ってこのプラ券使うのが文化というか、うちもプラ券で行きたかったんですよ。で、ヤフオク見てたら、別券売機って何ぼかな、高かったら40万ぐらい中古で、2万2000円で、たまたまお風呂屋さんの中古のやつがあったんですよ。東大阪の方でちょっと近いところのお風呂屋さんが潰れたばっかりで、だから常連さんとかやったら昔行ってたわとか、あれなんでこんなとこあんのみたいな感じで、これを見てジョイフル錦の閉店を知る人も中にはおったりとか、その名残でおもろいからってことで店頭風のノータオルとか、もうさっき言ったみたいにお店の中がすごい暑くて汗かくんで、普段使いしてもらえる金額でと思ってね、販売してます。保育と保育だよすいません、皆様だ、ありがとうございました。お気をつけて。これが忖度やこれが忖度や世の中ももっと生き生きする。あなたが自分らしく生きていける勇気も。ニンニクってあります？ありがとうございます。そのマークの下に DJ やったり2024って文字を入れたんですね。今年あと2回ぐらい終わるのになんでおかわりが今ないんで、今からするのもしかしたら間に合えばもう終わる私間に合いければ。お待たせしました。ニンニク入れますか？野菜増し、油増し。はいよ。はいよ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。1名さんですか？麺の量何グラムにしましょう？250。はいよ。6になるね、これでね。はいよ。ニンニク入れますか？野菜ちょい増しで。はいよ。はいよ。お待たせしました。どうぞ。いただきます。
食べきりました。食べきりました。汁まで。お店はどれぐらいの頻度で来られるんですか？僕はもう週3回ぐらい。週3回？はい。もう年に数えたらもう100回超えるか超えへんかをいつもちなみに今年は？ちなみに今年で105です。もう余裕で超えてますよ。今年は105です。このペースで言ったら120ぐらいですよね、多分。あ、もっといくか。工藤さんだけなら余裕の大谷超えです。大谷超え。超えました。超えました。もう必ず食べられるメニューが醤油ラーメンです。醤油ラーメン。はい。この始まりの味がね。もう浮気せず。浮気せず。でもね、工藤さんやったら塩ラーメンもあるし、定期的にデスピザっていうちょっとあれなんていうの、タバスコとかで、あとチーズたっぷりもうピザのように仕上げた汁なしのラーメンがあったりで、夏場はたまたま卵が入って玉に入れたっていう、あるんですけど、この人はかたくなに醤油をデスピザっていう限定あるんですけど、その時に僕らこう集まってで一緒のタイミングで入ったりするんですけど、この方だけ買うのはいつもの食券です。だから僕らは別に基本話合わせたりしないんですよ。グッと来たら一緒におるっていう、もうそういう確率は結構高いですよね。何かがね、やっぱり巡り合わせてくれるとか、それだけ人が集まる美味しいラーメン屋さんというかね。めっちゃいい。もう豚のスープね、ふんだんに使ってますけど、もう調子いい時ここ曲がったところに美容院あるんですけど、もうその越えたあたりからもう匂い漂いますんで、だから僕が夜散歩してる時に、あ、いい匂いする思ったらもう今日はもう工藤やなってそういうタイミングで行ってます。何を食べられたんですか？僕塩ラーメン食べました。僕は醤油の汁なし2人とも醤油汁なしです。お味いかがでした？他の二郎系よりちょっと麺柔らかめなんですけど、普通にしっかり二郎っぽいインパクトがあって美味しかったです。あれですね、麺が柔らかいので食べやすいですね。塩ラーメン初めて食べたんですけど、やっぱなんかあっさりはしてるんですけど、やっぱ二郎っぽいとこ残してて美味しかったです。500の1万円の時にちょっとこう悪い目立ち方じゃないですけど、言い悪い方してるのはちょっと悲しかったですね。なんかもうお店の善意でねやってもらってるんで、1万円罰金みたいなところだけ大きく言われたりするのは、まあそこはあんまり勘違いされてほしくないなっていうのはちょっと思います。はい。まあ1万円をお預かりされるっていうところと、ありましたね。いや、なんかもう当たり前になって思うたもんな、1万円預かるのな。今日はなかったですけど、やっぱ夜とかやったらもう冷蔵庫のところに1万円貼るクリップがあるんですけどね、それが最高3万とかなったりするような。あるよな。2万3万とかいったりするから。もうみんなそれがもう周知の事実で、何やったら1万円預けたくて来てる人までいるよね。おるおる。なんか写真撮って返すとこの動画撮られる。そう日常でそういう食事をしながらこうスリルを味わえる体験ってなかなかないと思う。だから僕が思うにこの二郎系のラーメンは普通の食事というよりアトラクションに近いなと思っているところがあって、普通の食事と比べて、まず並んで食べていただいて長い間待ってもらって、来たらそのサービスと正反対のことが結構あったりするわけですよ。こうお客さんをもてなそうって気持ちはあるんですけど、その大きいたくさんの量を一気に時間内というか、もうつつきのラーメン作り始めるんで、食べてもらわなあかんから、ある種お客さんからしたらストレスなんですけど、同時に達成感もあるという、このなんというかアトラクション感というかスリルというか、そういうのも一つこの二郎系文化の魅力の一つかなって僕は思ってて、で1万円に関したら本当にフードロスというか、遊び半分で頼む人が少なくなってほしいなっていうのが一番の要因やったんですけど、今はそういうなんというか
お客さんもちょっと楽しんでこのシステムを理解してもらってるっていうのを考えると結果としてはやってよかった。茹で時間が20分のお店多分うちだけだと思うんですよ。このお店ができた成り立ちというかあれに関しては、僕もともと歴史を刻めっていう、有名店で働いててそこの常連やったんですよ。前のお店の社長にうまいもん作れって言われたらどんどん麺が柔らかくなってったんですよ。でそれでなんていうか関西で柔らかい二郎系出すのが僕だけになってで一応グループなんで僕だけちょっと違うタイプの製品を出すのは問題やということである時ちょっと柔らかい麺ちょっと作るのはなしにしてくれる、お店の回転の問題とかもきっとあると思うのでその時に一応会社員なんで2ヶ月ぐらい我慢して作ったんですけどちょっとやっぱり僕が美味しいと思うものを提供してお客さんに喜んでもらうっていうのとちょっと方向性が変わってしまったんで柔らかい麺専門のお店を作ろうとでそれで作ったのが5年前だから本当に何ていうかお客さんみんなのことを思って作ったお店ではなく柔らかい二郎系が好きな人というかこのお店の存在意義は僕が食べたいものを全力で作るための装置というか僕が美味しい自分が好きなラーメンを作るためだけに作ったと言っても過言ではないですね。そんなラーメンなんで、当然すごい好き嫌い分かれるんですよね。誰かにとったら120点ですけどもう平均的に見たらもう60点あればいいかなぐらいになっとって突出してる部分そうですもう麺20分茹でてるのは間違いなくうちだけだと思うんで、でそういう環境なんでよそのお店で食べれる人が大ラーメン頼むんですよ。で食べてみたらもう、あまりにも別物なんでそれで残すっていうパターンが結構あってで、この二郎系で大っていうのはちょっと残したらあかんって、前の修行先もそうやったんでそれでどうしたら残さないようにできるかなって考えた結果、その罰金というかそのお預かりをもらうっていうのがちょっとアイデアになって妻とかと話した時1000円とかでもいいんちゃうみたいな話だったんですけど1000円やったら1000円払ったら残していいんやみたいなって風になってしまうと、遊び半分で注文するのを阻止しようっていう目的で、切りがいいところで1万円ということにというちょっとルールを始めたのがもう2年前ですかね。随分そのツイッター自体はものすごいそうですねインプレがすごい続いてでもなんか僕はアンチがたくさんいる状態っていうのが実はすごい好きやってそれだけ関心を持ってくれてるんだなっていうのを裏返しというかってとこなんで関心を持ってくれてるのは商売する上でいいことなんで万人に受けずとも自分が納得できるルールでお店を運営できていけたらいいかなとは思ってますね。それの前にその夫婦喧嘩で休まれるっていうのが、それの前にあったその事件というか時系列で言ったら夫婦喧嘩が先でした。あんな形でそんな取り上げられると多分ご本人も思ってなかったと思うんです。ほんまになんていうか逆に理由も言わずに長期休暇になってしまったら違うところで心配されるお客さんもいるかなっていうのも確かにあったりもしますね。